みんな、こんにちはなのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日は自然豊かなニュージーランドにまつわるニュースをお届けするのだ。ねえねえ、みんな、知ってたのだ？実は、自然いっぱいのニュージーランドには、なんと野生のヘビが一匹もいないのだ。もし万が一、ヘビが見つかったら、国を挙げての大騒ぎになっちゃうらしいのだよ。すごいのだ。今日はそんな魅力いっぱいのニュージーランドから全部で5つのニュースをピックアップしてみたのだ。中でも特に注目なのが4つ目のニュースなのだ。リリー・パフォンセカ、いつまでも来ない四半期というなんだか意味深なタイトルの記事を紹介するのだ。このニュースは今の経済状況をサミュエル・ベケットの有名な劇ゴドを待ちながら見例えているのだ。金利が下がること、住宅価格が上がること、景気が回復すること、みんなが待ち望んでいる次の四半期がまるでゴドみたいにいつまでも来ないもどかしさを表現していて、ずんだもんもちょっとドキドキしちゃったのだ。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いするのだ。さあ、みんなで一緒にニュージーランドの最新情報を見ていくのだ。南太平洋に浮かぶ大小の島々からなる美しい国、ニュージーランドを紹介するのだ。特に北島と南東が主要なのだ。首都はウェリントンで、世界で最も南にある首都として知られているのだ。この国には、先住民マオリの人々が独自の文化を育んできた豊かな歴史があるのだ。その後、ヨーロッパからの入植を経て、イギリス連邦の一員として独立し、現在は議会制民主主義を採用する立憲君主国なのだ。人口はおよそ500万人と少なく、広大な自然が手つかずで残されているのが魅力なのだ。主要産業は、雄大な自然を生かした酪農や牧畜で、高品質な乳製品や羊毛が世界中で愛されているのだ。最近では、その壮大な風景が映画のロケ地としても人気を集めているのだ。文化的には、ラグビーが国民的スポーツとして熱狂的に支持されているのだ。また、マオリの伝統文化も深く根付いていて、その精神は国の多様な文化に息づいているのだ。挨拶のキアオラ、キアオラもその一つなのだ。現在、ニュージーランドは環境保護への意識が非常に高く、持続可能な社会を目指す取り組みが世界中から注目されているのだ。再生可能エネルギーの導入や固有種の保護活動にも積極的に取り組んでいるのだ。大自然と共生する魅力あふれる国、それがニュージーランドなのだ。一つ目のニュースなのだ。500万ドル超住宅の外国人購入禁止を撤廃。NZ 住宅価格への影響はという記事なのだ。ニュージーランド政府は2018年から続いていた外国人による住宅購入禁止措置を一部緩和したのだ。これからはアクティブ、インベスター、プラスという特別なゴールデンビザを持つ外国人は500万ドル、約5億円以上の高額住宅を購入できるようになるのだ。このビザを取得するには最低500万ドルをニュージーランド経済に投資する必要があるのだ。もちろん、人物調査や健康状態もクリアしないといけないのだよ。彼らはニュージーランドに投資やスキル、アイデア、そして国際的な人脈をもたらしてくれると期待されているのだ。ただし、購入できるのは500万ドル以上の住宅1軒に限られるのだ。これは、ニュージーランドの全住宅の 1% にも満たない、ごく一部の超高額物件だけなのだ。だから、初めて家を買う人たちと競合する心配はないと政府は説明しているのだよ。この措置は、富裕層からの投資を呼び込み、経済を活性化させるのが狙いなのだ。不動産業界はこの決定を大歓迎しているのだ。特にクイーンズタウンのような地域では、外国人投資家がコミュニティに貢献し、国際的な評判を高めてくれると期待されているのだよ。すでに芸術や文化プロジェクトへの寄付といった具体的な貢献も報告されているのだ。不動産エージェントたちによると、
特にアメリカからの高額物件への関心が高まっているのだ。この変更によって売りに出される高額物件の数が増える可能性もあるのだって。ただこの層の買い手は価格調査をしっかり行うため、住宅価格が急激に跳ね上がるような劇的な影響は少ないと見られているのだ。ニュージーランドには500万ドル以上の住宅が約1万戸あるのだ。その多くはオークランドやクイーンズタウン、レイクスに集中しているのだよ。去年500万ドル以上の住宅が売れたのは全体のわずか 0.2% だったのだ。この新しいルールはニュージーランドを投資家にとって魅力的なセーフヘイブン、安全な避難所にすることを意図しているのだ。単にお金だけでなく、投資家が持つ能力や経験、ネットワークもニュージーランド経済と地域社会に良い影響を与えると期待されているのだよ。2つ目のニュースなのだ。オート燃えたい。マリオダンスでエイムズゲームヒップホップ優勝という記事なのだ。DMOETAI インターミディエイトスクールのダンスクルーが今年のゼスプリエイムズゲームズヒップホップ部門で見事金メダルを獲得したのだ。すごいのだ。特に注目されているのが12歳のシビアル・ドブソンちゃんなのだ。シビアルちゃんは軟骨無形成症という体の特徴を持っているけど、ダンスが何よりも大好きなのだ。もし嫌なことがあったらダンスをすれば全部忘れられるのだ。ドラマなんてないのだって話してくれたのだ。シビアルちゃんは昨年はダンスクルーに選ばれなかったけど、諦めずに一生懸命練習して今年は見事メンバー入りを果たしたのだ。タウランガのマーキュリー、ベイパーク、アリーナのヒップホップステージで初めてパフォーマンスして金メダルを勝ち取ったのだ。マリオカートがテーマの振り付けで、シビアルちゃんは水色のアイシャドウをしてゲームキャラクターのプリンセスロゼッタに扮して踊ったのだ。金メダルを取れたことに去年は絶対勝てないって思ってたからまだ信じられないのだってとっても驚いていたのだ。みんなも全く予想していなかったから優勝できて本当に嬉しかったのだ。シビアルちゃんのお母さんシュリーさんも、娘は自分の体に負けずにやりたいことを何でもするのだ。本当に誇りなのだって感動していたのだ。ヒップホップがエイムズゲームズの競技になったことで娘が参加できたことをすごく喜んでいたのだ。シビアルには才能があるのだ。だから私たちは娘が何でも挑戦できるように応援しているのだ。何もシビアルを止められないのだって熱く語ってくれたのだ。16歳の振付師ソフィー・レーンさんはマリオやルイージ、ドンキーコング、ピーチ姫などマリオゲームのキャラクターに扮したクルーのために楽しくてワオって思わせる振り付けを考えたのだ。今年のゼスプリエイムズゲームズには1万4000人以上の中間年齢のアスリートがタウランガに集まり、ヒップホップを含む27の競技が行われているのだ。みんなの努力と情熱が輝く素晴らしい大会なのだ。3つ目のニュースなのだ。フォンテーラのメインランド売却からパムが引き出すかもしれない思わぬ利益という記事なのだ。DMU パムがフォンテラのメインランド売却から約1000万ドルの棚ぼた利益を得るかもしれないのだ。ニュージーランドの国営農業企業 PMU、 正式にはランドコープとして知られているのだ。ここはフォンテラ協同組合グループだけでなくミラカやシンレイトミルクといった独立系の加工業者にも大きな乳製品を供給しているのだ。先週 PMU は素晴らしい財務結果を発表したのだ。純営業利益は4900万ドルで前年と比べて 145% も急増したのだ。そして2030年までに1億ドルの目標を掲げているのだ。もし今回のメインランドグループの取引が承認されれば PMU は大きな利益を手にすることになるのだ。この後の詳細は記事が途中で途切れているためわからないのだ。4つ目のニュースなのだ。リリー・パフォンセカ、いつまでも来ない四半期という記事なのだ。みんな、こんにちはなのだ。今日は来るはずのない四半期
というちょっと意味深なタイトルの記事を読んでみたのだ。この記事ではリリー・パフォンセカさんが今の経済状況をサミュエル・ベケットの有名な劇「ゴドー」を待ちながら見なぞらえて説明しているのだ。劇中では登場人物のエストラゴンが何もすることがないと言って、ブラジーミルも私もそう思い始めていると答える場面があるのだ。筆者さんは最近の経済に関する記者会見をまるでこのやりとりみたいだと指摘しているのだ。なんだかいつまでも状況が変わらないもどかしさを表現しているみたいで、とても面白い比喩なのだ。私たちみんなが待ち望んでいるゴドーとは劇中の人物ではなく、実は経済に関するいくつかの期待のことなのだ。具体的には金利が下がること、住宅の価格が上がること、そして景気が回復して常に次の四半期には始まるぞと言われ続けているあの経済の好転のことなのだ。でもこの期待される展開がまるでゴドーを待ちながらのゴドーみたいに一向に姿を見せない状況が続いているのだ。いつまでも進展のない筋書きに読者も少しずつイライラし始めているのだと筆者さんは言っているのだ。景気の回復が次の四半期と先延ばしにされ続ける中で、人々は停滞感を感じているのだ。いつになったら本当に私たちが待ち望むゴドー、つまり経済の明るい兆しが訪れるのか、みんながそう思っているのだ。まさに希望と現実のギャップに苦しむ状況を表している記事の冒頭なのだ。5つ目のニュースなのだ。最新データで RBNZ の経済支援が必要との見方が強まるという記事なのだ。最新のデータによると、ニュージーランド経済は中央銀行である RBNZ の支援が必要だという見方が強まっているというお話なのだ。これはレベッカ・ハワードさんの記事なのだ。ビジネスと消費者の信頼感はまだ低いままだけど、少しずつ明るい兆しが見え始めているらしいのだ。8月にはビジネス信頼感が2ポイント上がって 50% もの人が経済状況が良くなると期待しているのだ。でも自社の活動への期待は2ポイント下がって 39% になったのだ。これは ANZ が発表した最新のビジネス見通し調査で分かったことなのだ。ANZ のチーフエコノミストであるシャロン・ソルナーさんは、まだ広範囲にわたる信頼感の改善は見られないとコメントしているのだ。今回の調査結果は RBNZ が経済がという新しい見方を示していることと一致していると記事は伝えているのだ。つまり中央銀行も経済支援の必要性を感じているということなのだ。ニュージーランドは美しい自然と周り文化、環境保護に熱心な国なのだ。経済は外国人投資誘致や農業企業の奮闘、中央銀行の支援で活性化を目指しているのだ。障害を乗り越えマリオダンスで輝いたこのように、人々が情熱を燃やす魅力的な国なのだ。これからもこの国の未来にずんだもんを注目するのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。